よし。本格的に直していきたいなと思います。いい練習になると思うので、いずれ86のダッシュをやるので、これは練習でどんだけこの割れたダッシュをきれいにできるのかということをちょっとやってみたいと思います。かっこいいよね。当時のクラリオンのステレオですね。これはもうサブウーファーとかなんかいろいろ入ってるよね。これ複雑なワイヤーもすごくて、いつのものなんだろうな。90年代だよな。これは考えてるのはこのドラメルっていうんですか、ロータリーツール。これでこう日々のところをちょっとこうなんていうのかな、掘っていくんですよね。少しちょっと深めのこう上がってるところ、ここをやっぱり削っていかないとまっすぐにね、平らに、ここもそうだし、でそれできたところに今度 JB プラスチックウェルドを入れていこうかなと考えてます。こういう風になりましたね。こういう風にこうちょっと掘ってまっすぐにして、こう今度このパテをこう綺麗に塗れるところを塗って、こう入れられるところ、皮のようになってるんだよね。この間にパテを入れて、乾いてからサンドペーパーでちょっと削って、で最後にペンキを、これに合うようなペンキを買ってみたので後で紹介しますが、これペンキをすれば全然わかんないんじゃないのかなっていう感じの DIY です。 JB ウェルドはいろいろあるんだよね。これプラスチックウェルドというものは使ったことないんで、あっちゃん使ったことある？このもの。これはない。これはないよね。こういうものです。パテですよね。手で握って、でなんか初めて使うのでどうなんでしょう。下手くそかもしれないけど、こう書いてあったんだよね。手でこう、混ぜていくような感じだと書いてありますね。手から取れるのかな、じゃあちょっとここで入れてみようか。これは乾くと今度自分でサンディングもできるし、サンドペーパーで多分ちょっと多めに入れた方が少ないよりいいんだろうね。塗ってすぐその後にこういう感じですね。乾くまではファンクショナル級2、3時間ですね。これはちょっと時間のかかるものですよね。じゃあこのまま掘ってでおきましょう。どういう風になるのかな。まだ余ってるので、あとちょっと細かいところも塗ってみたんで、どうなるのでしょうか。楽しみです。クリーンアップが続きます。次はこのアンテナ。このアンテナがもともと壊れてたんで、代わりにこれにつけるものがないし、汚いし、Amazon で普通の黒プラスチックなんだけど、まあ短めのこういう感じのアンテナなんで、これをちょっと、交換してみたいなと思います。3時間ぐらいかな経った結果、結構硬くなって、きてます。これでちょっとサンディングしたらどうなるのでしょうか。やってみよう。硬くて普通の手でやろうとしても、これは何グリッドなのかな、220はちょっとね柔らかすぎるというか、これよりもやっぱりもう100でこのマシンでサンダーでやった方がいいような気がします。今ちょっとここをやってみたらいい感じなので、続けてこれで
やってみましょう。デウォルトです。なかなかいい感じじゃないですか。もう硬くてスムーズですごくいい感じです。思った以上にいい感じに出来上がりましたね。完璧じゃないんだけど、細かいところも多分ここがちょっとへこみとかがあってあれしたりするんだけど、でもね、あとダッシュがこれ100でこういってるので、ちょっと220で一回全体的にサンディングしてみようかな。いい感じですね。いい感じになりました。まだまだ細かいところとかもあるんだろうと思うけど、悪くはないですね。すごい練習、いい練習になりますね。じゃあ買ってきたペンキをお見せします。このペンキになります。この色はトヨタの色ですね。コドバンブラウンという色は1989年のランクルに使われたものなので、おそらくこの色だと思いますね。これはですね、ダッシュにこの模様というか、こういうのがなんかこれ塗装するとなんかこのままになるらしいので、ダッシュらしく仕上がるので楽しみですね。これで塗るとどうなるのかってちょっとやってみたいと思います。明日になるのかは分かんないけど、ちょっと外はもう遅くなりました。昨日アンテナ、つけました。安い Amazon で15ドルぐらいかな、1500、600円のアンテナに変えて、すっきりしましたよね。でもこれが黒いい感じになったからこそ目がここに来ちゃいますよね。こういうところはちょっと嫌です。あとはそしてここもそうなんですよね。キリがないんだけど、こういうところだけをちょっとサビを落として、塗装すればよりいいんじゃないのかなと思いますね。これも錆びてますね。ここもクリーンアップしましょう。前とこっちも両方ともクリーンアップしましょう。錆びを落とすには、普通にサンドペーパーでちょっと落とせば、ラストリアムペインキで、すぐ綺麗になると思います。このペンキ使います。使いやすいです。これプライマーとセミグロスブラックのペンキが一つにも入ってるんで、でもその前にアルコールでちょっと拭いて、準備しときます。よし、準備 OK です。これはよく振ってスプレーしましょう。キリが
ないってさっき冗談で言ったんだけど、やっぱり次はここも気になりますよね。これはダッシュはもちろん、でもこのパーツもこういうね、なんていうのかな、シフターの周辺にあるプラスチックのカバーが結構ね、色が落ちてますね。これはこれで一回塗ってみたらどうかなと思いましたね。ダッシュにかける前に一回テストでこれやればどうかなと思いますね。バラッとこう、もう本当にちょっとだけかけたらもうこんな感じなんですよ。今やったところとまだ全然やってないところを見てみましょう。比べてみましょう。これからこっちもやります。いいですか？ほら、全然違うんじゃないですか。いいね。で、すごい塗装しやすいです。上もとりあえずやりますね。一回だけでもこんなに綺麗になりました。すぐ乾くし、この色がほらバッチリじゃないですか。いいね、いいね。ダッシュボードも、アルコールで、拭きました。すぐ乾くんで、こういうのはね、乾いてから、塗りますね。多少ここが見えたとしても、まあ前よりだいぶいいと思いますので、これはあくまでもう練習という感じなので、本格的にやるのはこれ86のダッシュなので、完璧じゃなくてもまあ大丈夫かな、納得するのかな、やり直しするのかな、考えます。とりあえず塗りましょう。まあ結構濃い感じの1回目2回目っていうか2回で結構塗りましたね。割れてた直したところがまだ少し目立ってるんだけど、全然前ほどじゃないですよね。もしかしたらあと1回か2回塗ればほとんど見えなくなるのかな。濃い塗料というか、濃いんだけど濃くないっていうか、このへこんでいるところとかには上手になんか入っていってるようなので、ダッシュが乾かしながらこれ綺麗になったやつのもっとこのところをさ、こう軽くサンドペーパーでこう削っていけば元の色が戻ってくるのかなと思ったんですね。やってみましょう。まあ完璧じゃないんだけど悪くもないんで、ちょっとオリジナル性もあるっていう感じで、ブラッシュと系のプラスチックになりました。照明が直接当たってるから目立つのは目立つんだけど、正直にちょっと離れると、まあ今光ってるからさ、乾いたらほとんど分かんないのかな。まあ自分の仕事を分析すると、やっぱりこのサンディングの時点であと1回プラスチック塗ればよかったかな。それかもうちょっとこうゆっくりサンディングすればよかったかもしれないんだけど、そのひびがあったところが明らかに分かるのは分かるんだけど、まああーちゃんのやつをやるときはこれより頑張れると思います。自信あります。今度ダッシュはこんなに綺麗になって、これもやらないといけないんじゃないかなと思う。もうキリがない。いや、言った通りだよね。一旦始まるともう終わらないな。天気がまだ余ってるし、
コンソールもやろうかね。すごく綺麗になりましたね。全然違います。まだ濡れてるんだけど、上は光ってるんだけど、乾いたら違うと思うので全然いいと思います。そしてまあ濡れてるんだけどね、もう少しずつこう消えてきてますね。見えるの分かるよ。完璧じゃないの分かる。俺も100% 納得しないんだけど、こっちから見るとそのうち分かんなければ分かんないもんな。目立たないです。綺麗ですね。いいな。サムズアップ。乾かしてる間に黒いパーツを外にあったんだけど持ってきて、最後にもう一回3回目かな4回目かな、こう黒を塗ってみました。もうカリフォルニアの気候と違うんで涼しくなる、寒くなるテキサスの夜ですね。もうそろそろ今日は終わりかなと。でもいい DIY の作業できたような気がします。